東証 ETF の平均取得価格の仕組みについて分かりやすく解説します。どのように管理されるのかについて。はじめに ETF を買い足していくと、あなたの証券口座の平均取得価格が動きますよね。実は、あなたの投資の損益分岐点の目安を決める重要な数字なんです。まず、取得価格と平均取得価格の数式について解説します。取得価格イコール、約定単価×約定株数足す手数料足す消費税。平均取得価格イコール、取得価格割る保有株数。数式ではこのようになります。以降、この解説動画では、取得価格、平均取得価格ともに、売買手数料等及びその消費税は含まれた形として計算式で表示しています。東証 ETF は円建て取引のため、購入時の為替計算は発生しません。そのため、為替は考慮しないものとしております。また、わかりやすくするため、簡略化した表現や比喩表現している部分がございますので、あらかじめご了承ください。それでは、具体例を挙げて解説します。例えば、ある ETF を2回に分けて、1株ずつ違う取得価格で購入したとします。1回目、取得価格100円で1株購入しました。この時の平均取得価格は100円です。計算式は、100円×1株割る1株イコール100円。次に2回目。取得価格200円で1株購入しました。合計コストは300円。2株で割って平均取得価格は150円に更新されます。計算式は、100円×1株足す200円×1株割る1株足す1株イコール150円。これがあなたの証券口座に表示される平均取得価格の計算方法の例です。法的な仕組みの解説。疑問、なぜ個別の価格ではないのか。なぜ平均取得価格で計算されるのでしょうか。その理由は税の公平性です。同一銘柄を同一口座で複数回購入した場合、総平均法に準ずる方法で計算することとされております。総平均法に準ずる方法とは、同一銘柄を2回以上にわたって購入した場合、その取得価格の総額を購入後の総株数で割って算出する手法です。ここで多くの方が勘違いしやすいポイントを補足します。もし保有している1銘柄の ETF で一部を売却したとしても、残った ETF の平均取得価格は1円も変わりません。つまり、1銘柄の保有 ETF 株の高い時に買った分だけを狙って売るといったことはできない仕組みなんです。一度決まった平均取得価格は次に新しく買い増しをする時まで、もしくは1銘柄の保有 ETF 株すべてを売却し手放すまでずっと引き継がれます。イメージしてみてください。いろんな取得価格で買った1銘柄の ETF は一度溶かして固め直した1枚の板チョコのようなものです。端っこを一かけらパキッと折って食べたとしても、残ったチョコの味、つまり平均取得価格が変わることはありませんよね。なぜなら中身はすべて平均化され、均一に混ざり合っているからです。チョコの配合が変わる、つまり平均取得価格が動くのは、新しい材料を溶かし込んだとき、買い増しをしたときなのです。売却とは、今の平均取得価格のまま保有 ETF 資産を外に出すだけの作業であり、あなたの平均取得価格を変えられるのは、買うときだということを覚えておくといいでしょう。購入、新しい取得価格を混ぜて平均化する行為、平均取得価格が変化する。売却、現在の平均取得価格で切り出す行為、平均取得価格は維持する。重要な例外、同日合算ルール。ここで一つ注意です。ある1日で1銘柄の保有 ETF 株すべてを売却しても、同じ日に同じ銘柄の ETF を買い直すと、当日の買い注文分の平均取得価格と
前日の平均取得価格が混ざってしまいます。これは同日合算というルールにより、この場合の取引を計算する仕組みだからです。計算式例及び計算順番例。1、当日の平均取得価格を計算。前日までの取得価格の総額、足す当日の買い付け分の取得価格の総額、割る、前日までの保有株数、足す当日の買い付け分の総株数、イコール当日の平均取得価格。2、売却分の計算。当日の平均取得価格×1回の売却株数イコール1回の譲渡原価。つまり、ある1日で先に全部売ったつもりでも、同じ日に買い直すと、売る前に買ったのようになって、取得価格が平均化されてしまうのです。完全に平均取得価格をリセットするには、1銘柄の保有 ETF 株すべてを売却した日の翌営業日以降に買い直しましょう。こんな場面では要注意。例えばこのような、売った直後に買い戻した場面でも同様です。年末の損出し後の当日買い戻し、節税目的、短期売買での買い戻し、デイトレードなど、操作ミスで売ってしまいすぐに買い戻した、暴落で朝売ったが夕方急騰して買い戻した、などなど。たとえ朝に売って夕方に買ったとしても、計算ルール上は先に買って後で平均取得価格を計算して売ったことになってしまいます。この点は注意が必要ですね。まとめ。平均取得価格とは、現在の取得価格の総額、手数料等を含むを現在の総株数で割った数値で、あなたの損益分岐点の基準となります。実際の取引では、売却時には手数料、消費税、利益に対する税金を考慮する必要がありますが、一つの目安として、現在の市場株価が、この平均取得価格より上にいれば利益、下にいれば損失となり、ETF 資産全体の状況を一目で把握しやすくなります。例えば、長期積立投資などの場合、この仕組みを理解して正しい判断で ETF の買い増しをすると、平均取得価格を下げられ、より有利な位置に損益分岐点を構えられる可能性があります。現在の市場株価に一喜一憂せず、ゆっくり構えて、その ETF に将来性があるかを分析判断し、時間をかけてあなたの平均取得価格を育てていきましょう。今回の動画はいかがでしたか？ぜひ高評価、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。コメント欄にてご感想もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。